この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？それでは今回も元気にいってみよう。今回の作品は、アニメに閉じ込められた人間社会の棺、少女革命ウテナ。少女革命ウテナは1997年に放送された、全39話のテレビアニメだよ。前回取り上げたゆりくま嵐の監督、生原邦彦の最初のオリジナルアニメ作品だね。一発目だけあって、ゆりくま嵐。いや、皿三昧まで続く、幾二的演出、テーマ性の源流となる作品だよ。デュエリストという英単語を、遊戯王からじゃなく、このアニメから覚えたって人は間違いなくいるはず。2018年6月、一時的にニコニコで有料本編が無料開放されたので、20年前のアニメでもつい最近見た、という方も多いのではなかろうか。ウプ主もコメント目当てで巡礼に行きました。今では他の配信サイトでも気軽に見られるようになったね。この作品は後の生国監督作品と同じように、監督が東映アニメーションから独立する際に引き入れた脚本家や、アニメーターにアニメ雑誌ライター、そして少女漫画家斎藤千穂を加えた、ビーパパス、という複数人による原作集団から端を発したメディアミックス作品で、後の監督である細田守や、作画の大家林明美、小説家月村良恵など、知る人ぞ知るスタッフが集結しているアニメでもあり、それゆえ、生原監督が元締めではあるけど、彼以外のメンツから発想された様々なアイデアが、演出面でも作画面でも盛り込まれていて、まさに一つの作品を作り上げていくさなか、スタッフたちが作品解釈を互いに、制作時にぶつけまくっていたようなんだけど、そういう意味でも、一作目にして基礎ができていたとも言えるね。さて、いつもならここで話の概略に入るのですがその前に、すでにご覧になってる方々はお分かりの通り、この少女革命ウテナ、他のアニメに比べて特別物語の余白が多い作品なんだ。ここで言う余白とは、はっきり作中で明文化されない、視聴者の想像の余地がある部分のことを指すんだけど、物語の全体的な骨子から、個別エピソードのセリフ一つ一つに至るまで、ほぼ正反対の解釈すら取れる場合が非常に多いんだ。そのため見る人それぞれ独自の考察が乱立しやすいんだけど、この動画内の発言はあくまで、ウプ主個人が感じた、解釈、考察が中心で確実にこれといった答えでは、ないことを、視聴者の皆様にはご了承いただきます。そしてウテナにはテレビ版、漫画版、劇場版が存在するんだけど、今回の動画では尺の都合上ほぼテレビ版のみ取り上げます。テレビ版だけなのにこの尺なんです。舞台は、日本は神奈川県、海に面したマンモス校、大鳥学園、物語は、お姫様と王子様の偶話から幕を開ける、親を亡くした悲しみに暮れた幼少期に自分を慰め、バラの指輪をくれた王子様に憧れる女子中学生、天井ウテナ。彼女はその憧れのあまり、制服が規定された、大鳥学園の中で男子生徒のような格好で過ごす、快活ながらも飛び抜けた存在。ウテナは学校の窓から、メガネの女子生徒に暴行を働く男子と、それを止める生徒会長、桐生東賀の光景を目撃し、親友の篠原若葉から殴った男が副会長の西園寺恭一、女子生徒はその日から同じクラスになる、姫宮アンシーだと教わる。一方、学園の生徒会室でも西園寺の好き放題が取り沙汰されていた。生徒会メンバーたちは世界の果てからデュエリストとして集められ、世界を革命する力を与えると言われるバラの花嫁を奪い合う敵同士、勝者として勝ち誇る西園寺の腕の中には、花嫁と呼ばれる姫宮アンシーの姿があった。ところ変わってウテナと若葉が移動している最中、廊下に男子の人だかりが、なんと誰かの西園寺宛てのラブレターが張り出されているらしく、ふざけて読み上げられていた。思わず止めに入って破り捨てるウテナだが、その後ろでは若葉の目からひとしずくの涙が、中庭まで逃げてすすり泣く若葉の姿に、ウテナは直接、西園寺に詰め寄り、自ら彼に決闘を挑むのであった。情報量が多くなっちゃったね。
でも言葉で説明するには無粋なくらい、映像での説明もシナリオの流れ方もスムーズなアニメで、個人的には世界観になれればかなり見やすい部類だと思うよ。この作品、幾2作品おなじみの象徴だらけの世界や、とんでもに見える舞台的演出、ひたすら文脈を読ませるシナリオなど、昔の作品なのも相まって非常に堅苦しい作品だと見る前に思われているかもしれないけど、あらすじを見ての通り、その内実はほとんど、学園ドラマ、で構築されている作品だよ。つまり学園での日常シーンが中心になっていて、その流れから決闘並行する、というのが基本的なパターン。なのでひたすら作中では登場人物の人間関係が掘り下げられていくんだけど、このアニメ、すがすがしいほどにマジで学園内での人間関係ばかり映されていくのね。これ世界系って言われてるけど、めちゃめちゃ社会的なアニメだよ。少女漫画の夢世界っぽいでしょ。ファッキン現実の目白押しだよ。ウテナでややこしいのは最終回までの全体的なあらましの取り扱い方で、どのような物語として受け取るか、というのが議論の対象なので、意外と1話1話はそこまで肩の力がいるようなものではないよ。ただ、キャラの感情の動き、セリフがどこを向いて何を指しているのか、そこら辺を敏感にキャッチしていく力は試されてるね。話の全体図はこんな感じ。ウテナは昔らしい1年アニメで全39話、今じゃなかなか見られないね。実は本来3クールだったんだけど、当時の放送スケジュールの関係で、急に1クール余分に生えてきたので、4クールになったよ。しかし構成はとても巧みに練られていて、より理解しやすい贅沢な構成になったね。1から13話は、ウテナの周辺と姫宮アンシー、生徒会メンバーの特徴と内情の紹介にあたる生徒会編。ここで本編で行われている決闘ゲームと、安心に課せられているバラの花嫁という役割の一端、そして主人公のウテナが抱えている長所と問題点がまず書かれるよ。続く14から24話は、先ほど述べたシリーズ構成の、えのき土用事によって考案された急増部分で、謎多き黒バラ会がウテナたちに干渉してくる黒バラ編。本来予定されてはいなかったけど、ここでは生徒会編で書かれた主要人物たちの周辺にいる、いわゆる脇役、早役にスポットが当たる部分であり、その関係上ある意味視聴者とキャラの距離が近く、急増とは思えない人気回もちらほら、違う角度から天井ウテナという人間が、決闘の中で担っている資質、立場が書かれるよ。25から33話は、黒バラ編での周辺関係を踏まえた上で再び生徒会メンバーと決闘することになり、かつ13、14話から新たに登場した、大鳥学園理事長代理である、大鳥明夫がウテナに接近してくる大鳥明夫編、終盤34から39話目視録編、で、物語の核心たる、バラの花嫁姫宮アンシーに関する真実と、主人公ウテナの行き着く結末が書かれることになるよ。このうち、13話、24話、33話は総集編なんだけど、各はしっかり演出を考えていて、ものによっては、それまで描写されなかったキャラが唐突に出てきたり、総集編なのにストーリーが進んだりするので飛ばしてはいけないよ。まあ24話はギャグ界の総集編だけど、っていうか13と33は、同じセリフの部分が新録だし、映像もわざわざ音はめしてるから、実質公式オトマットだよ。あれ？今の時代に39話は長いかもしれないけど、ただ一つ確実に言えることは、このアニメを全て見なければ、私たちは、ウテナとアンシーという二人の人間を、完全には理解できないということ。個人的に捨て替えが選べないアニメなので、ゆっくりでいいから全部見てほしいね。もともとなかったとはいえ黒バラ編めっちゃ好きだから捨てたくないの。生徒会メンバーの個別エピソードは、分けて見られはできるんだけど、クールごとにバンクシーンがリニューアルしているので、そこが気になると、やっぱり続けてみた方が安心ではあるね。学園内での人間関係が映されていく、と前述したけど、このウテナというアニメでとりわけ秀逸なのは未成熟な人間の描き方。学園という舞台の性質上、未成年キャラが物語の主体になっているんだけど、作中では未成年、子供の内訳がある程度決められていて、それぞれの立場と、それぞれが抱える未熟さで個別の人間模様が作られ、さらにその個々の関係性が、別の関係性と鏡になっていたり、あるキャラとの描写が、後に出る別キャラへの前振りになっていたりと、相対的に浮かび上がってくる各キャラの際によって、我々視聴者は、作中で重要視される最も幼い主人公天井ウテナと、最も作中で大人びて不明瞭なキャラクター、姫宮アンシーの人間性を、長い目で垣間見ていくこととなるよ。
その尺度の一つとして作中で出てくるのが、大人になりたい、もう子供じゃないんだから、などの、大人と子供という比較。これは単純な年齢層や身体の成熟を指す言葉だけではなく、個々の人間に備わっている精神的な成熟度の指針であり、周囲の人間より世の中を分かっている、とか、より優れているという、一種の権威的な意味合いでもある。そこでこの動画では、この作品の主要人物たちを、どのような精神的特徴を持つか、という個人的分類に乗せて紹介していきたいよ。まず前提として言い切っちゃうのは、主人公格のウテナとアンシーは全く対照的な人物像だよ。これはオープニングでもいろんなシーンで表されているけど、ウテナはぶっちぎりで子供、未成熟側であり、アンシーは麻薬の大人、成熟側の頂点にいるキャラクターとして、置いておきます。理由は後ほど。で、この非常に対照的で精神的な距離が遠い二人の間を、埋める形で生徒会メンバーたちが、この成熟と未成熟の間に配置されているよ。まず最も幼さによった、幼稚、の枠。ここにはあらすじにも出てきた西園寺と、東賀の妹である七海が当てはまるよ。彼らは特に親しくなくても、一目見て精神年齢が低い、キャラ、悪い意味での未熟さが表立つ場面が多く、実際作中でも明らかに嫌味だったり、融通が利かない子供っぽいキャラとして書かれるよ。西園寺恭一。高等部2年で、生徒会副会長と剣道部主将を兼任している。会長の東賀とは幼馴染で、所属している部も一緒。昔から東賀はライバル視している、いわゆる日本的古風な要素を好んでおり、剣も一人だけ日本刀を使う徹底ぶり。しかし東賀と比較して硬派だと思われている反面、実態は時代遅れの亭主関白、かつその横暴さと単純すぎる性格から、しかし人間の大半から見下されている。一方あまりにも単純すぎて、恋愛に対しては異様な純情さを持っている。桐生七海。中等部1年の東賀の妹。黒原編から生徒会にも関わるようになる。非常に高飛車で山のようなプライドを持ち、悪人ではないが褒められた性格ではない。常に3人の女子生徒をはべらしているが、途中から小学生も本人の希望ではべらすようになる。兄である東賀を絶対視して崇拝している極度のブラコンで、とにかくどんな事情であろうと兄に近づく女性に対して、喧嘩や嫌味、策謀をふっかけて過剰反応するせいか、兄を含めた大体の人間から生温かい目で見守られている。幼稚枠は世の中に存在する人間関係のテンプレートに固執し、そこに自分と他人を設置することで自分は社会的に正しい、という優越感で、心の安寧を保っているというのが特徴の一つで、それと同時に自分の気持ちと他人の気持ちがごっちゃになっており、自分の思う恋や絆は、相手の真意に関わらず正当であるという幻想を抱いている。また、同年代もしくは近しい同性に対して強いルサンチマンを抱えているのも特徴。ただ、物語の前半で路悪的に描かれる二人ではあるが、あくまでも根っからの悪人ではないため、その幼さゆえに持ち合わせている、純情さや一途さ、素直さが徐々に見えてくる展開から、なかなか憎めないキャラ造形でもあるんだ。その一つ上に当たるのが、ウブ、の枠。ここに当てはまるのは2番目に戦う生徒会メンバー、通称ミッキー。彼は精神年齢的に、社会的な人間関係を理解はしていても鑑識眼が育っていない。成長過程において過渡期に当たる立ち位置だよ。ただ理解はしているので表立って人とぶつかることはなく、作中でも敬語を使う人当たりが良い好かれるキャラとして書かれているよ。カオルミキ。中等部1年にして、大学のカリキュラムも並行して受けている秀才。生徒会では初期を務めており、優秀なフェンシング部員でもピアニストでもある。なぜかストップウォッチを携帯し、たまに何かの時間を計っている。同じ学園に通う双子の妹、梢と共に暮らしているお兄ちゃんだが、様変わりした妹の真意が読めず困惑する日々。普段は冷静に状況を分析する能力があるが、恋愛ことは不慣れなようで、恋したアンシーに対しては盲目的で考えを正しく見通せていない。ウブ枠は、一見すると何の問題もない人間に見えるけど、その実用値から一歩踏み出した段階でしかないよ。というのも、幼稚枠が外面的なコミュニケーションに難がある一方、ウブ枠はコミュニケーションを観察している内面に問題があるから、その最たる特徴は表面上の要素しか受け取れず、相手の内面の機微を察せない、知らず知らず相手の本質から目をそらしているため、
悪意なしに相互理解から遠ざかる。加えて物事の正当性にこだわりがあり、本人が自分の中の理想を原動力にしているため、一度正当性から外れている、と認識すると、彼にとっては理解しがたいものになってしまう。また、ウブ枠は大人は汚い、という思い込みがあるピーターパンキャラの特徴も併せ持っており、性質が近く、特徴も似ているウテナとはかなり仲が良い部類のキャラだよ。最後に、最も成熟に近しい位置が未熟、枠。ここに生徒会会長であるトーガと、同じく生徒会メンバーであるジュリが当てはまるよ。メンツ的に成熟ではないのと思われる方もいるかもしれないけど、この枠にいるキャラは、いわゆる大人から仲間扱いを許可されるキャラ、であり、子供から大人だと見られるキャラ、なので、本来の大人からはまだ子供の範疇、主要人物以外の早くも、結構この枠のキャラが、多いかと思うけど、本人がそれを自覚しているかどうかは、キャラによってまちまちだね。気流等が、高等部2年の生徒会会長で、剣道のできる学園一のプレイボーイ、膨大な男女関係を持ってはいるが、本心から付き合っている相手はいない、紳士的に振る舞う一方で、自分の利益のためならどんなに近しい人間でも、心をかどわかしたり、焚きつけたりして利用する一面があり、その顔を知っている人間からは悲しいくらいに信用されていない、生徒会メンバーの中で唯一世界の果てと裏で通じている。アリス川樹里。高等部1年の生徒会メンバーかつ、フェンシング部部長代行。同じ部員でもミッキーしかまともにやり合えない随一の実力者。モデルも務める美貌な上、生徒会制服で常に男装の霊人と化しており、女子生徒から憧れられる存在だが、彼女に逆らえば、教師すら首が飛ぶ学園一の不良だという怖い噂が囁かれている。盛り場は樹里の縄張り、ボロを出す場面は少ないが、担当会以外では意外と面白い一面が多い。未熟枠の大きな特徴は明確に裏表を持っている点。ウテナでは子供が大人に近づく成長過程を表す記号として、作中でも多くのメタファーが画面上に使われているけど、それ以外のキャラ個人の描写として使われているのが、自分からアンダーグラウンドに属する、という、表舞台からの脱却、ステレオタイプに自らを当てはめる西園寺、七宮、汚さがわかるゆえに大人になることを拒否しているミッキーに対し、トーガやジュリは、不良であったり作暴家であったり自ら薄暗い世界の一面に飛び込んでおり、なおかつ明らかに表向きの立場と裏の顔の使い分けを覚えている。つまり、表層でごまかして本質を隠す、手段を、心得ているのが他キャラとの明確な差異になってるよ。そして人間は、隠す、ことができると知っているので、人間関係が持つ美しさや実現性に対して、不信感であったり認知の歪みを持っていたりするよ。あと、これはたまたまかもしれないけど、いつかの初恋を持ち続けて叶わない、など、とにかく欠点や弱点が恋愛面に集中しているのが、未熟枠の面白いところ。では、出揃ったこの面々に対してなぜウテナが最も子供であり、アンシーが最も大人に分類されるのか、という点に戻ろう。まずウテナは、少し前にミッキーのキャラと類似すると言いながら、それでもウブ枠ではないのは、ミッキーと違い、ウテナは自身の性に対して未分化、に近い、少女でありながら少年と言ってもいいキャラだから、あえて分類するなら、無垢、と言うべきだろうね。彼女は確かに恋情も抱いているし、自分が好きになるのは男であると自認もしているけど、それは昔の思い出から端を発する、実際の恋愛体験の、裏付けを持たない無双に近いものだよ。また、ウテナは同年代が抱く嫉妬、羨望、憎悪などの悪感情を、ほとんど持たないがゆえに、他者のそれが理解できないよ。この点に関しては、他者の悪感情を自覚しているミッキーが、比較的ウテナより客観視ができているのではないかと思うよ。ウテナの行動の規範になっているのは、理想とする王子様。誰かのために戦い、慰め、傷を癒す、人間像なので、表向き何も問題がないように見えるし、本人も弱点の自覚がない。そして何より、本気で自分は王子様になるのだと信じられる力。理想は確実に現実にできる、という強い幻想を疑わないキャラ。規範を重んじ理想を信じるミッキーと相性がいいのはこのためだし、その何も欠点がなさそうな幻想力の弱点に言及してくるのが、大人側に寄っているジュリでありトーガになるというわけだ。対するアンシーは、成熟しているという言葉で済ますには、非常に象徴的なキャラクター造形になっており、バラの花嫁としての振る舞いが常に彼女の表面を包んでいるため、意図的に考えが非常に読みづらいキャラにされているよ。その徹底した主体性のなさがありながら、アンシー自体は、
他のキャラクターの真意や隠している本性を、明らかに見抜いている描写が多々あるため、本編から次回予告に至るまで、視聴者は次第に、あらゆるキャラとアンシーの絡みから、何とも言えない不気味さを感じるようになる。この時の彼女はこう考えていたかもしれない、という考察ができるのは、少なくとも前話見た後からなんだけど、特に生徒会編のアンシーの発言は、前話見ても、その意図を図りかねる絶妙な塩梅になっております。今回の取り上げ方で言うと、大人になるにつれて子供は、自分の本質を隠す、手段を覚えるので、最も読みづらいアンシーが成熟の頂点にいるという言い方もできるね。おそらくアンシーというキャラクターは、本来のターゲット層である女の子たちにとっても、またターゲットではない層の人間にとっても、機械と見せかけて果てしなく心の距離が遠い、そのような印象を抱くキャラクター造形ではないかな。特に、作中でもアンシーはキャラによって、非常に扱われ方や認識が乱立しているので、初見の方にはぜひとも彼女の動向に注目していただきたい。あんなに徹底した象徴的ヒロインはなかなかいませんので。さて、ここまでは各キャラの持つ熟度について語りましたが、ウテナで欠かせない概念についても語らねばならぬ。それがこの、少女革命ウテナ全体を包む王子様、とお姫様、の概念。1は冒頭から偶話として示され、決闘でも必ず王子様ディオスが現れるなど、初っ端からバシバシ提示されるモチーフですが、少女漫画によくあるもの、と見せかけ、これも少女革命ウテナの中で社会性を書くのに欠かせない重要なもの。この王子と姫という概念で大事なのは、まさしくおとぎの話であること。つまるところ当時でもすでに明らかな夢物語なのですが、イコール現実に存在しない理想の像であり、存在しないからこそ生きている人間にとって眩しく見えるもの。作中では、主に王子様は男性の理想像であり、それと同時にお姫様を身を挺して助ける救世主という社会的役割の象徴でもある。そしてお姫様は古き良き女性の理想像であり、王子様に迎え入れられ、手を差し伸べてもらえる、という社会的生活を保障された立場の象徴。重要なのは、この王子様とお姫様という記号には、理想像というまやかしの性質と、性に対する固定観念を含めた、社会的に定められた立ち位置という現実的性質が同居している点。作中の生徒たち、主人公のウテナすらもあれが私の王子様だと無双し、あるいは自分は誰かの王子様だと無双し、また相手の姫になりたいと願い、あるいは彼女を自分の姫にしたいと願う。一人の人間に対する無双と、求めてやまない現実的な欲求の複合として、王子様とお姫様という概念は、この作品に通底しているよ。そしてちらっと漏らしてしまうと、物語終盤にお姫様の対となる、魔女という概念が明かされるんだが、それが何を示しているかは、実際にその目で確かめていただきたい。アニメ史において重要なアニメと言われるウテナだけど、特に後への影響が顕著なのがこの王子、姫、魔女の概念で、最近の有名ところだと、フェイトシリーズの抑止力の守護者、や、窓マギの魔法少女システム、がかなりわかりやすい類型だね。類似点の多さという点では、キルラキル、を挙げる人もいる。個人的所感では、見終わった後に近いなと思った作品はこの二つ。コードギアスはウテナ類型として王子様概念に対する一つの答えを出してて、ウテナで提示された姫、魔女という図式に、王子、魔王アマジンという男版の図式を合わせているんだよね。前者の姫、魔女は特にわかりやすく C2 が担当していて、その魔女の力を借りる死んだはずの王子、ルルーシュが、お前が魔女なら、俺が魔王になればいいだけだ、と言い放つ。現実の王子であったルルーシュが象徴としての救世主、であろうとする話とも読めるんだな。さらにそこに失われたゼロと、それを復活させるゼロレクイエムがあって、個人的にはこの物語、王子様で亡くなった男は魔王になるしかないのではという話にも見えて、つまりディオスで亡くなってしまった男がディオスの力を取り戻すには、あの選択しかないんじゃないという一種の解釈にも思えるのよね。あくまでもコードギアス派現実的な世界観に即した物語なんだけど、そもそも構成の大河内一郎がウテナのノベライズやゲーム版のシナリオを書いていたり、意外と縁が深い人物なので、無関係ではなさそうなんだよな。プリンセスチュチュは2002年始まりのバレエアニメで、CS 放送が主なために少しマイナーな作品なんだけど、これも思いっきり童話を偶話として扱っている物語で、こちらは単なる象徴どころか、実際に物語世界を、メタ的に劇中劇が侵食してくる構図の話なので、
現実世界の象徴として偶話やメタファーを使うウテナのある種逆張りのようなコンセプトの物語になっています。あれも前半と後半で雰囲気がガラッと変わるアニメだったなぁ。ガタンゴトン。次は、ネタバレ解禁。ネタバレ抜きの運命にお乗り換えの方は、2番ホームにお乗り継ぎください。あら、ここからネタバレ解禁ですって。大変、降りなくっちゃ。むにゃむにゃ。ガタンゴトン。次は、終点沼の底。電車19番ホームに停車します。お降りの際はお荷物を忘れなくお気をつけください。しまった。ここはネタバレ解禁区域じゃないか。王子様。お姫様。バラのもん。羊。やめろー。やめてくれー。俺はまだ見始めなんだー。道なりに走り始めた俺たちは、そう簡単には止まれないって、ご存知かしらご存知かしらというわけで、ここからはおおむね全部見た人前提です。普通に人物相関図をバンバンネタバレしていくので、なるべく新規の人は見ないでね。そんな感じで引き続きキャラについて話していきますが、ここでは明確にウテナのメタファーの考察であったり、全体を哲学的に分析していくことはあえてしません。むしろ、そういう難しいことをしなくては楽しめない。そんなことは一切なく、キャラたちを眺めてるだけでも、十分楽しめるアニメだとお伝えしたいのだ。なのでここからは、ウプ主の所感、こういう見方してるよ、的なあれ、前述した関係性の関連性について語りとうございます。まず、ウテナと類似したものとしてミッキーがいると紹介したけど、それを含めた、ウテナの理解材料になるキャラについての所感から。作中では、明確に樹里が綺麗にウテナの鏡になるキャラですね。二人とも王子様になりたいお姫様。だけど、目指す理想像としてのウテナとは対照的に、現実的に相手となりたい関係として王子様になりたいのが先輩。ウテナは軽い気持ちで男装をする、という点が、それまでの男装の霊人キャラとして革命的な特徴なんだけど、その点、樹里は典型的な男装霊人キャラから派生している上、アニメではさらに変化球を加えたキャラだね。男装制服の理由が生徒会メンバーという制度事情もあるけど、しおりの王子様になりたい、とも読める本人の願望を鑑みるに、お家事情ではなく、恋愛感情から男装しているとも言えそう。前述したアンダーグラウンドの側面から、通称オスカルキャラでありながら、スケバンキャラなのが正規の王子様にはなれない、風情を感じてしまう。樹里に関しては個人単位だけでなく、周辺関係もウテナと対照的になってるね。先輩のトライアングルがあくまで恋愛主体で作られていて、かつお互いに本心を明かさない関係でざまなので、ウテナとアンシーが最終的に互いの胸の内を明かし、対等の友人になるのが輝くんだな。また、樹里としおりの関係と同じく、ミッキーと小杖の関係も、ウテナとアンシーに対する比較対象の一つであり、同時に樹里としおりの愛憎関係の鏡になってると思うよ。兄弟関係という点と、ミッキーの持つ性質、そして自ら美しい思い出から抜け出して汚れに身を投じる小杖は、アキオとアンシーの前振りとも言えるんじゃなかろうか。友情に着目した比較としては、西園寺とトウガの友情もまた、ウテナとアンシーの友情過程と比較できるね。相手を素直に信じすぎる西園寺と、本心がわかりにくいトウガ。彼らの友情は最初は距離が近かったものが、成長するにつれるサンチマンであったり見下しであったり、高校生になるまでの過程の中で変容していったのが、結局また互いをよくわかっている人間として、純粋な友情へ向かい出す、長い腐れ縁の二人で、相互理解とは程遠い状態から、やっと最後に本当の友人になる、本編でのウテナとアンシーに対する鏡とも、ある種あの二人の男同士バージョン、とも言えるね。と、ここで話を少し戻して、樹里がウテナの似て非なるものなら、ウテナの F として書かれているのが三影こと根室教授。彼の髪色が薄いピンクなのも意図的なものだそうで、この少女革命ウテナ以降の幾2作品でもピンクは、ウテナ色みたいな概念がうっすらあると思うんだけど、実俊先生しかり桃花しかり、銀子もそうかな。マミヤとの思い出が全ての原動力となっており、しかもそれが現実と完全に剥離して理想像の域まで達した。まさに王子様との思い出が憧れへ消化している、ウテナの、いずれ行き着いてしまう末路の象徴だね。思い出のマミヤの顔がディオス風なのはあのうちもあるけど、
それ以上にディオスという王子様が背負っている、理想という象徴が非常にわかりやすく出ている部分、アンシーが背負っているものを考えると、二段落ちとも言えるかもしれないね。これら以外だと、自分の考えが正しいと疑わないナナミが、ウテナの持ち合わせる傲慢さの類型だったり、後に出るアキオの前振りとして生徒会編の動画があったり、そんなことを考えながらぐるぐる周回してると、無駄がありそうで無駄がねえなぁ。などと思いつつ、どっぷり使って戻ってこれなくなるんだよね。ちなみに初見時の私のウテナに対する感想。全方位にいるやべえやつによるやべえとこさらし合戦。初見の時にパンチが強かったのは小杖だったんだけど、樹理回周回してたらだんだんしおりがジャブのように、何回ぐるぐるしても味が消えないし本編も39はあるから、無限に湧き出る昆布だしって感じ。キャラに対する熱い推しが大体発散されたから、じゃあ音楽についてでも話すか。少女革命ウテナを語る上でさらに欠かせないのが、かの60年代アングラ演劇プレゼンツな音楽演出、元天井桟敷、現万有引力の劇作音楽家、J.A. シーザーの決闘曲である、決闘広場への道中バンクシーンでの、絶対、運命、目視録、と突如こだまする堅苦しい杉並児童合唱団に度肝を抜かれた視聴者は多いだろう。ウテナは生原監督が大ファンである天井桟敷こと、寺山修司の演劇技法を取り入れたアニメだけど、映像面のみならず音楽面でもその点抜かりなく、本当に天井桟敷の音楽担当に制作依頼したのが、あの数々の決闘シーンでの合唱曲なんだな。絶対運命目視録、と、1話から5話の西園寺戦とミッキー戦の曲は、既存曲が決闘曲として引用されており、7は樹里戦から書き下ろし曲だよ。プログレッシブ、ロックに乗せて歌われる、意図的に日常で使われない死語的単語やシチュエーションが、多用される面用な歌詞は、はちゃめちゃにとっつきづらいけど、その実曲の一つ一つは本編を見ていると、その話の中心になっているキャラについて、直接に雄弁に語っていることに気づけるよ。そう、この決闘曲と呼ばれる多くの挿入歌は、いわば最強のキャラソンでありメソンなのである。その直接さが特にわかりやすいのは、やっぱり黒バラ編での中ボス、御影掃除かな。タイトルがすでに秀逸なんだよね。そのものズバリで、歌詞がまたねこの最後の方とか物悲しくてね、影のロボットの話と相まって良い味出てるよね。個人的に決闘曲の楽しみ方で一番推したいのが、7話で明かされる樹里周りの人間関係にまつわる決闘曲なんだけど、これはほんと本編ちゃんと見てほしいところなのでわかる人にしかわからない言い方をするよ。まずこの樹里の決闘曲、天使創造すなわち光、を見てほしい。この曲単体がすでにべらぼうにキャラソンとしてどえらい完成度してて、要は外から見られている先輩の印象が、光、であり、天使、であり、同時に外から見えない二面性を抱えているっていう歌だと思ってるんだけど、これを踏まえた上で17話での決闘曲、地球は人物陳列室、これの歌詞をね、見てほしいんですよ。あいつの曲なんだけど、あいつのキャラが分かってるとほんとしょっぱなから分かりやすいけど、この次がですね、先輩が光、なのを踏まえるとね、光と手影作り、私と私を対にする、ですよ。孤独の発生、その理由、ですよ。これだけでもうクソでかため息を私はついてしまうんだが、さらに28話でのね、決闘曲を見てくださいよ。タイトル、天使アンドログヌス、だよ。あの展開でこのタイトルだよ。あの歌詞に出てた天使とアンドログヌス合体してるからね。これ完全に同率になったって思ってるし、なんなら、二人で一人のアンドログヌスだからほぼ勝利宣言でしょこれ。どんだけわかりやすいの？まあこの顛末の締めは、私万物百不思議、なんですがね。ねえ、もう二面性とかじゃなくてねえ、相手によって万物百不思議になっちゃうからねえ。ああ、見た人ならわかってくれると思うこの一連のダダ漏れ。もちろんこの手の解釈は他キャラの決闘曲でも同じようにできるので、ぜひともこのお楽しみ、手を出して損はないと申し上げておきます。あとこれアニメの話ではなくなっちゃうんだけど、セガサターンで出てるウテナのゲームでの専用決闘曲、ゲルツェンの首、逆さま僕と僕の部屋、もの細いそのまんまでわかりやすくて好きですね。あのキャラとあのシチュエーション以外流せないレベル、あれループ前提になっててめちゃくちゃ短いのに、ちゃんとアニメと同じ雰囲気作れてるもんね。あ、ウテナのゲームに関しては20年前に出たフルボイスの、実質公式夢小説な乙女アンドラルゲーなので、気になる人は実際に、セガサターンとソフトを買うか、ニコニコにもあるプレイ動画を見ようね現代でセガサターン以外の媒体でやりたい完成度だよ。
ところで決闘曲以外の劇版を担当しているのは、遊戯王シリーズやローゼンメイデンシリーズなどの音楽担当で知られる、三宗新吉さん、黒バラ編までの杉並児童合唱団による決闘曲はこの人による編曲で、3クール目からは実際の万有引力によるシーザー版になるよ。実際に連弾曲として弾ける重要テーマ、光さすには、など、基本的にクラシックな曲が揃っていますがボサノバ風、マーチ風、ムーディーなジャズなど、バリエーション豊かでこちらも印象的。今回バンバン多用させていただいてます。特に最終話に登場する曲ながらサントラの1曲目を飾る少女革命オーバーチュア。かなりの楽曲のアレンジ元で、この曲の部分が、別アレンジで他の曲として散りばめられている中心的なもの。そして最後まで見た人には涙なしには聴けない一曲だね。しかし1年アニメなので TV 版だけでサントラが3、4枚、1回正規価格で復刻したコンプリート CD ボックスは、またプレミアとかしてるのが辛いところ。決闘曲の方は、かなり最近になってそれだけを集めた、リマスター版の CD、私革命ファルサリア、が出てるよ。杉並児童合唱団バージョンと万有引力バージョンで CD が分かれてるのでお気をつけ。そしてなんとこのご時世、かの声優ユニット、イヤホンズ、に、つい最近 シーザーが楽曲提供しました。その名も、ウィッチクラフトテオフィルの奇跡、初お披露目の場でファンをざわつかせたシーザー節は、まだまだ今でも健在です。ちょっとあなた、寄り道するのもいい加減にして。おっと、そういえばこの子たちの話がまだだった。かしら、ご存知かしら？ウテナで避けては通れないのが、影やカメラワークなどの具体的な画面と演出の数々、螺旋階段登ったり机が動いたり車が生えたりする中、特にこの特徴的なフレーズの印象が根強い、決闘前に挿入される、影少女のパートは、監督も話のほとんど全てが詰まってる、というほどの、名実ともにウテナの顔とも呼べる重要部分だよ。どんな話であろうと確実に挿入される彼女たちの劇中劇は、一見すると全く本編と関係ないおふざけに見えるけど、決闘曲とは違い、よりシニカルな第三者視点として、メタ的にウテナの行動に言及したり、ウテナと戦う人間の内面や性質、時に主人公ウテナやアンシーに至るまで、直前まで描写されていたキャラを、偶話的に表しているよ。これは一人のキャラを表す時もあれば、見終わった後に、もしかしてこれは複数のキャラに被せているのではなどと、深読みすることも可能なものも出てきて、これをどう見ればいいのかが分かってくると、基本的に全員どこかしら癖のあるキャラクターたちの、思想や行動の意味が、この時点でわかるようになる仕掛け。それと同時に、最初から王子と姫のおとぎ話を、意図的に、ストーリーに組み込んでいるこのウテナという物語で、明確に劇、という人間によって執り行われるフィクションを、ウテナというアニメの視聴者に見せているこのパートは、存在自体が入れ子構造であり、夢見る少年少女に対するカウンターのような存在でもあるね。ただ、そこまで嫌みったらしくならないように、影少女たちは常にコミカルなやりとりをしているよ。さてまだまだこのアニメ、語るものが多すぎるんだけど、尺が、足りないので、切り上げる前に一つ、97年に放送された少女革命ウテナ、昨年がめでたく20周年を迎え、カフェとか原画展とか催されたけど、なんといっても一番びっくりだったのが、漫画版完全新作の発売。ウテナは漫画とアニメが同時始動のメディアミックス展開で、アニメと違う設定で斎藤千穂先生の漫画版というものがあり、編集部の意向からまた幾国と斎藤先生のタッグが復活し、まさかの学園卒業後の生徒会メンバーの話が単行本に、アニメと漫画と劇場版の設定を全部載せした世界線みたいで、西園寺と東賀、樹里三角形、薫兄弟の話が入ってるよ。ぶっちゃけ漫画版オンリーの読者が樹里会見たら20年経って新しい人間関係出てくるの相当びっくりじゃない？お出しした本人たちがまず出してもいいのか、みたいなこと言ってるので、多分こう、いろんな意味でいろんなこと言いたい人が多いかと思うけど、とりあえず薫兄弟の話が一番好き嫌い分かれそうと思いつつ、個人的には西園寺と東賀の話が一番胸熱だったなぁ。ウプ主は樹里推しなので戦々恐々で読んだんですが、まずサブ隊が美しいトゲの時点で挙動不審になりまして、あれも色々言いたい人がいるのは知ってるんですがここで叫ばしてください。あの三角形をゆりくま文法で語り直すの反則でしょいくにー。確かにゆりくまだと絶対樹里はくまだと思うけどさー。あの三角形を見つけて見つけられる、でさえはするのさー。20年前の作品のキャラ関係に17年後の時代の文法を重ねるのは反則でしょ生原邦彦ー。
もうなんかあれが公式媒体なのが OK とかそうじゃないとか、そういうのどうでもよくなってしまったので、なんだかんだ新たな妄想の余地が生まれたから、ウプ主的には OK です。悔しいけど感謝申し上げます。この世界に少女革命ウテナを作り上げてくれて、ありがとう。もうまとまらなすぎるのでまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。豊かなキャラと豊かなメタファーによる余白ある物語。構成にも影響深い革命的コンセプト。劇的虚構で書かれる学園という社会関係の縮図。相手の古めかしい演出から時代を感じますが、それ以上に物語の内包する普遍性に驚く作品です。B パパスとは大人になろうという意味、世界の果てや世界を革命する力などのパワーワードが紡ぐのは、子供に向けた理想の力、現実の壁に対する真摯な言及であり、セーラームーンに携わった後に東映から独立した生原監督が、ウテナを世に送り出したという事実には、メッセージ性から、強い作為と必然性を感じずにはいられません。今回の動画では語り尽くせませんでしたが、実力者ばかりの声優陣の演技も全編で光っており、作画、演出、声優、物語すべてがとにかく質の良いアニメです。そしてこのアニメから何を感じ取り、何を痛ましく思い、何を美しく思うかを、ぜひとも男女問わず探ってみてください。大人になったあなたにこそ、見てほしい物語がここにある。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。バッハハイ。古い、新しい、古い、新しい。どうしたんですかウテナ様？このシリーズって、一応順番みたいなのがあるんだよね。でも、次にやるのは番外編みたいですよ。この動画に番外編とかあるの？なんでも、人から勧められて見るアニメを語るらしいですよ。次回、アニメ推し語り、番外その1、ジョーカーゲーム。絶対運命、目視録。